はい、秋葉原駅目の前、徒歩1分の秋葉原ワシントンホテルに再びやってまいりました。はい、前回に引き続き、肉の麹肉代さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。肉の麹肉代だよ。はい。こちらですね、コンセプトルームがあります。コンセプトルーム。はい。コンセプトルームというのは何かというと、何か特徴的な趣味とか思考にフォーカスした部屋ということで、まず一つが鉄道模型の部屋がある。鉄道模型？はい。プラレールとか N ゲージとかそういう感じですかね。いいです。いい線ってます。はい。で、もう一つが秋葉パンダハウス。パンダハウス？はい。パンダにフォーカスした部屋なんですが、ね、やっぱ上野公園とか近いから上野動物園とかに近いってこともあって、それでパンダなんですかね。で、このね名前がですね、また公募したらしいんですけど、その名前も後で発表したいと思います。はい、パンダ部屋2つもある。そうなんです。あら、知らなかった。はい。あ、そうなんですね。興味津々ですね。はい。さあ、行ってまいります。はい。行きます。もう客室楽しみなんですが、こちら訪日外国人旅行者の人が非常に多く泊まってらっしゃるということで、マップが充実している。地図がねあると便利ですよね。もう僕はね日本にいて秋葉原なく知ってるんですけど、海外から来た方にとってはさぞかし心強いんじゃないかなと思いますね。こういうところからもやっぱりインバウンドの波というのを感じるかなと思いますね。なるほどね。さあやってまいりました。はい、こちらですね、まず部屋に入る前に、これに注目してほしいんですが、くはね1304、さあ何のことでしょう。なんだろう、くはね。なんか電車の横とかに書いてあるような。おっしゃる通りで、そんな感じのですかね。これなんか工場の名前とかそういうの。これですね、意味があってですね、まずこれでいくと、くがですね、先頭車っていう意味ですね。先頭。で、はというのは普通車、電車だと普通車。で、このねというのは実は寝台車のこと。寝るのです。寝るっていうことか。こちらが実は寝台の部屋っていうイメージ、鉄道の部屋ですよっていうことを。そういう意味だったんだ。はい。こちらが秋葉原ワシントンホテル一室しかない鉄道模型の部屋、クハネ1304。はい。では行きましょう。いいですか？はい。失礼します。驚きますよ。はい。うわ、広い。広いんですが、右側どうぞ。あら。ちょっとここすごいじゃないですか。そう、まさに鉄道模型のための部屋といってもねえ、もうだって夢の共演じゃないですか。スカイツリーと東京タワーがあってねえ。でジオラマはライトアップをします。なるほどね。面積が4平米あるんですよ。なんと線路の総延長が30メートル、同時に4路線の操作が可能なんですね。ただここはジオラマを見てすごいっていう部屋ではありません。実際に鉄道模型の N ゲージを走らすことができるんですね。N ゲージをね。はい。なんか運転の機械みたいなのついてる。はい。きちんと専用のコントローラーがついてまして。で、今日は特別にですね。たくさん借りてきましたので。今日は特別に。ぜひ走らせたいと思います。武田さんも電車お好きなんですか？僕は鉄道ファン。評論家、鉄道評論家、ホテル評論家。ホテル評論家だけじゃなくて鉄道も、鉄道ファンでもあります。守備範囲広いわね。今日たくさんあるんですがですね、新幹線700系のぞみとかですね、サフィール踊り子とか、あとなんかドクターイエローなんかもあるんですが、やはりもう今日はベーシックな東海道線ですね。東海道線のこれを動かしたいと思います。はい。楽しみ。はい。出発進行。ちょっとずつ動き始めたよ。急に発射しないところも本物っぽいですね。本物っぽいですね。みこさん、この目線をですね、この辺にあるとリアル向こうから来るんで、来るよ。これ鉄道がこうやってバンバンってバって。あら、楽しいですね。楽しいですね。これ相当加速をしてます。すごい速い。なんとここで見れるんです。だからあの辺が映るってことかな。今来た。ちゃんとテールランプもついてるの。本当だ。お尻についてる。いや、これ面白いですね。なんか自分が見てる視点とちょっと違う視点から見れるっていうのがね。ちょっとまた旅行したりね。いい感じです。いいですね。緩急つけるあたりでもうやっぱ武田さんベテランって感じですよ。どうでしょうか。
あ二人止まりましたと。止まっちゃった止まっちゃった鉄道模型存分に楽しんだんですが、はい、こちら鉄道がコンセプトの部屋だけに、うん、 N ゲージだけではありません。こちらがですね、もうたくさん並んで寄贈品とかですね、はい、もう圧巻のもう鉄道っていうことなんですが、うん、この下にですね、鉄道雑誌がずらーっと並んでいます。あー、すごい。この本を読むためだけにもね、鉄道模型もしたいし、本も読みたいし、これは一泊じゃ足んないです。足りません、足りません。とても残念が足りません。で、こちらの棚を越えて、はい、窓のこちら開けるとですね、なんと新幹線、はい、上野東京ライン、はい、山手線が奥にはい、見えるという素晴らしい鉄道ビューなんです。ああ、そうなんですね。はい。いや、こちらもこのベッドのポジションが実は非常に肝でしてですね、ここに寝ながらにして、なんと鉄道、もちろん N ゲージも見えます。ああ、そうなんだ。ちょっとこれ寝っ転がって見れる。はい、ちょっと寝っ転がってみようかな、これ。失礼します。よ。あ、見える見える。見えます見えます、鉄道が。いいビューですよね、これ。一番手前新幹線でしょ。はい、そうです。新幹線もまあまあ遅い時間まで走ってますもんね。そうですよね。夜いいですよね。夜はいい。ちょっと昼間はね、眩しい。で、こちらの客室、なんとプレゼントも盛りだくさんでですね、プレゼントもあるんですか。はい、なんと入室券と書いたクハネ1304では、入室の、はい、儀式ですね。はい、これ切ります。あ、いや、この懐かしいこの切符の後、これはくれないんですか？これはちょっとね、なかなか難しいかなということで。でもこれ嬉しいですね。記念になりますね。嬉しいですね。なりますね。こんなね、こう鉄道マニア喜ぶ部屋なんですけど、お高いんでしょ？そうですね。実はですね、コンセプトルームがもう一つありまして、そちらをご案内してから発表ということでいかがでしょうか？ああ、知りたい。はい。ではそちらもご案内します。はい。こちらの秋葉原ワシントンホテル、はい、秋葉パンダハウスと。パンダハウス？パンダハウス2部屋ありまして、ヤンヤンルームとテンテンルームとあって、ヤンヤン？いちいち反応しますね。いや、ヤンヤンって言ったら、ヤンヤン歌のスタジオ。ああ、懐かしいですね。ヤンヤンのヤンヤンルームっていうのがツインルームで、テンテンルームはダブルルームなんですが、今日はヤンヤンルームをご案内したいと思います。ヤンヤン。行ってみましょう。どうぞ。ヤンヤン。あら！まあ、パンダだらけ。パンダだらけですね。ベッドもパンダ、壁もパンダ、カーテンもパンダ、マグカップもパンダ。なるほど。こちらやはりパンダということで、お子様連れのファミリーとかには大人気なんですね。お子様連れのファミリー。はい。はあ。これで家族はどんなことするんですか、ここで。パンダかわいいっていう子供がはしゃいでっていうシーンは想像できますね。子供がはしゃいで、じゃあこのパンダちゃんと写真撮りたいみたいな感じになったりする。当然記念撮影にはもうバッチリの SNS でもなんかね、映えしそうな。映える。じゃあ私たちも家族になった気分で写真でも撮ってみませんか？みきおさんと家族になった気分ですね。はい。家族になった気分。じゃあ記念撮影しましょうか。これなんか人形とかをほら使った方がいいんじゃない？これ。これ持ちます。素晴らしいですね。ちょっとじゃあスタッフに撮ってもらいましょうか。はい。お願いします。あ、すごい可愛い。いや、もう私たちこれで家族ですね。新しい家族って SNS にアップしますか？ニューファミリーで。はい。あとですね、当然こちらバスルームもですね、ちょっとパンダを感じるところがありまして。はい。なんですが、パンダでございます。なるほどね。あら、まあ、イチャついちゃって、これイチャついてんじゃないか、これ親子仲良くしてんのか。なるほど。ちょっとゆっくりしてお茶でも飲んでいきましょうか。はい、せっかくだからね。今日も一日お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。このカップ可愛いですね。可愛いですね。こちらにはお茶もちゃんと
緑茶のパックがあるんで、あら、これでお茶を入れてゆっくりティータイムがこのパンダがかじりついているカップでね。パンダ飲んだカップです。パンダ飲んだ。はい。パンダ飲んだってなんか、いたわね。ブルーハーツだっけ？あら、リンダリンダか。これはパンダ飲んだ。パンダ飲んだ飲んだって。さあ、秋葉原ワシントンホテル、ゆきおさんいかがでしたか？いや、もうなんかもうコンセプトルーム楽しくて、もうなんかちょっとこのパンダから離れたくなくなっちゃった。これヤンヤンルームだから、これヤンヤンなのかよくわかんないけど。ヤンヤンから離れたくない。いや、もう朝食もね、美味しかったし、鉄道模型ルーム、いろんな楽しみ方ができるホテルでしたね。そうですね。鉄道模型は鉄道模型で、あんなにマニアックなものが揃ってると思わなかったから、なんか別に私そんなに鉄オタじゃないんだけど、ちょっとザワザワしました。先ほどの鉄道ルームと、こちらのパンダルーム、パンダハウス。そうだわ。お値段気になりません？お値段が気になる。さっき聞こうとしたら、はぐらかされてここに連れてこられたのよ。はい、発表します。はい。鉄道ルームは24,000円からです。あ、安いかも。秋葉パンダハウスも24,000円からです。ルームで24,000円。だってそれ、まあこの部屋に関しては確実に2人で泊まれるから。そうですね。私なんかもうちょっとコンセプトルームってお金取るもんだと思ってた。そうですね。安いですね。こちらのコンセプトルームは安いと思います。はい。まあ、ゆきおさんはじゃあ今日はパンダと一緒にぜひゆっくりとお休みになってください。こちら帰りますので。どうもお疲れ様でした。お風呂入っていかないの？入りません、入りません。大丈夫ですか？ゆきおさんもゆっくりどうぞ。どうも皆さん失礼します。私入るわよ。脱ごうか？いいです。大丈夫ですか？はい、じゃあどうもまたさよなら。はい。